あ、全然いいです。全然いいです。一緒にやっときます。やってきますか。はい、行きましょうか。はい、RC 東郷。こんにちは、ドスログです。ははい、トシです。レーシングドライバーのトシさんです。最近幸せそうですよね。ああ、そうですね。ね、ことわざでトシさん知ってますか？何をですか。賢者は歴史から学ぶっていう。おお、知らないです。知らないですか？バカは賢者モードにばっかりなっているっていう。格言です。今日ちょっとね、LP86 今まで動画、ね、いろんなところで出てるんですけれども、感動しちゃったマシーンがちょっと出てきました。いろんなマシーン見てるんですよね。ちょっとこれどうしちゃったのっていう感じのね動きのマシーンをちょっとあったんで、それをねちょっと見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。トシさん、やっぱりレーシングドライバーということでいろいろセンサーが普通の人とはちょっと違って、いろんなところをね細かく解説してくれるスーパードライバーなんですよね。僕の見た感じだとアロンソの次にうまいドライバーがトシさんなんで。まだそれ言ってるんですか。そんなわけないじゃないですか。はい。でね、こちらの方まず見てください。これ、はい、86ですよね。これは、何号っていうんだったっけ？豆号？豆号。土屋さんのマシンかな。はい、で乗ってくれたのはドクター三浦さんです。僕でーす。はい、上手ですね、相変わらず。はい。かなり手が込んでますねえ。ここ？今回はワンオフでグリルを作らさせてもらいました。あれこれ何 3D プリンター？はい。やば。やば。いやなんか見てさ、これ違うなとは思ったけど、すげえここ本当 3D だから。よくあるシールだけみたいなやつとはもう全く違う別物だよね。そうですね。マトさんのボディでそこの部分はトレノっていうエンブレムがつけれないんですよね、そのままだと。ああ、なるほど。はい。なのでもうこれはもう一から作るしかねえなと思って、作らさせてもらいました。なるほど。さすが。すげえ。最近ね見てて思うんだけれども、三浦さんがいろんなその部品とかを作るじゃないですか、 3D プリンターで。はい。でいろんなみんながつけてるのを見て、はい、もうここの東郷のその皆さんのつけてるもの自体のレベルが1段階も2段階も上がったなっていう気が本当にしますね。でも皆さん工作が好きなんで、その手助けができるのですごく楽しいですし、ライトバケットとかもね。そう、あれはねびっくりした。はい。そのうち多分見れると思うんですけどもね、でこれ見てください。このマフラーも3D プリンターで作ったものに、これはどうしたん、なんでペイントした？缶スプレーのステン状になるやつね。すごい、こんなんなるんだと思ったもん。いや見てさ、あれと思って。これめっちゃ磨きました。いや、塗っただけです。塗っただけです。なかなかいい缶スプレーあるんで。それは天才だ。はい、じゃあ中行きましょう。はい。もう最近脱がすのが得意なんでね、どうした？どうしたのと思っちゃって、なんかおかしいよ。最近さ、前ならもっと食ってかかってきたんだけどさ、どうしたの？今日どうしたの？いじらないでください。はい、見ていきましょうね。これ D ライトさんの LP86 になります。トシさんのマシンなんでいつもすごい綺麗に作ってあるんですよね。はい、これね注意点とかもありまして、結構ここの T バーっていうのかな、これなんていうのかな、 T バーですよね。 T バーですよね、これがね結構繊細な動きをするんで、ここが要はこういう配線とかが例えばどっかに、例えばこういうボディポストとか、どっかに干渉してるとそれだけでももう影響を受けちゃうっていうことなんで、もうずっと傾いたままになって、そうもう線のこのなんつうたわみの具合で本当にロール量が変わってきちゃう。そうだからね、この辺もね結構ね慎重に作ってもらうっていう必要があるんですよね。実際僕最初に組んできた人のマシンを見せてもらって、やっぱりこの配線がどこだったかちょっと分かんないけどどっかに触ってて、もう最初からね右にボディが傾いてるっていうマシンがあったんですよね。
で最初見てすげえロールしてるマシンだなと思ったんだけど、反対にね曲がってドリフトしていくともう半分になっちゃってたんでこれはちょっと違うぞとなんでこの辺はね十分気をつけてくださいと。まあ、メカレーブ D の D ライクジャイロロータイヤはこれね最近よくみんなやってる M のホイールにタミヤのゴムタイヤ、これ接着した？してないです。あ、してない？履かしてそれにこれでトップラインのやつねやってまあ、小径ホイールに見えるようにしてる。最近これ多いね。多いです。やっぱ雰囲気出る。そうですね。今スペダイホイールがないんでね。ああ、そうだよね。でね、これちょっとここ注目してもらいたいのが、これね、ファンがついてるんですけども、ファンをつけてるこのブラケット、これもう売ってるんですか？いや、これまだ今から製作していくっていうか量産していくっていう感じなんですけど、これもそれこそトシ君が発案してくれたもので、こうやってモーターのセンサー側から冷やすようなものを作ってほしいっていうことで、ちょうどそこにいい穴が開いとるんですよね、この LP86 って。なんでここがいいってね、トシさんから依頼いただいたんで、で作らさせていただいて、まあ、このままの形でちょっと形状変わるかもしれないですけれども、まあ、これでいこうかって感じですもんね今ね。はい、これねやっぱりみんなファンもつけたい人もいると思うんで、これ本当に便利なブラケットだと思うんで、これねテクラブ RC から発売されるのをちょっと皆さんね、楽しみに、しててくださいと。これタミヤの 17.5 の 540？ 540、アンプもこれタミヤのやつ？タミヤです。タミチャで仕様のナンバーですね。じゃあちょっとこのシャーシのこの動きをこうやって見てもらうと、こういう感じで、これねとんでもない秘密があるんですよ。もうちょい下からかな。あ、見えるか。あ、見える見える。はい、ここにねダンパーが、追加ダンパーがあるんですよ。はい、はい、これ見えますかね。ここ追加ダンパー見えますね。ここと、あとここ固定したんだ。反対側、アッパーのここですね。ここにエクストラダンパーをつけたんですよね。これをつけた理由っていうのはトシさんなぜですかね？そうですね、ちょっと、やっぱ下の T バーのスポンジだけだと、そのロールした時になんですよ、こう細かい動きがすごい気になっちゃって、ボヨヨボヨヨビクビクするって感じですか？まあそれも好きな人がいるかもしれないんですけど、自分的にはなんていうの、しっとりこうロールした方のが好みなんで、なるほど、ちょっと追加で入れてみました。あとこのスポンジのところは結構潰れてくるっていうのも聞きますんで、まあこれはちょっとすごいアイディアだと思いますよ。冗談抜きで。オイル版って変えればまた好みでチョイスできたりできるんで。ちなみに今何番入ってます？ 100。あ、なるほど。はい。もうちょっと柔らかくしてもいいかもしれない。ピストン内容もあるんで、穴の位置、数とか。なるほど。その辺はここで調整してください。本当にこれ見てね、ロールがねすごい滑らかにする感じになりましたね。なんか見てて。思いつきでやったんで。普通は出てこないよ。いや、これ出てこないよね。びっくりでした。やっぱりレーサーでありメカでありっていうね、やっぱそういうところから来る技術的なバックグラウンドがかなり強いんで、まあそういうところでできたんじゃないのかなっていうふうにはすごい思います。まああとはね、愛の力もあると思います、ね。愛の力。大丈夫？どうした、なんか感想ありますか？これ乗った。久しぶりにすごく楽しい車なんで、まあ本当に初心者から上級者まで本当にね楽しめるマシンだと思うんで、ちょうど今追加セカンドロットの予約やってるんで、なんか結構売れてるみたいでね。早めにはい、ご注文の方よろしくお願いいたします。トシさんの方ね、もう多分先出し出しちゃうんですけど、一応西尾さんも作ってますんでそれはまた後日はい、また素敵なダンスをっていうことで LP86 ダンス見れます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
まずナックルいきましょうか。ですね。はーい。最近みんなこのねピン結構短くしたりとかいろいろしてるんですけど、多分吉田さん的にこれピン遊ばしてるのがなんか意味があって、だけどやっぱホイールとかの径でやっぱ干渉してしまうんで、ギリギリその遊びがあるように調整をしました。この使ってるのはこれね、下がエンジンカー用の燃料柱、ちょう下にホイールにど当たらないように。上もこの赤いオーリング。これ最初からついてるやつ？これはね、違う、自分の持ち物で。要はこれでそのシャフトの上下の位置を固定してるって感じかな。そうですね。やっぱ遊びがないと、本当にこのロールした時とか本当に規制されちゃうと動きが悪くなっちゃうんで、まあ即席でとりあえずは作りましたけど、あともう一箇所なんかどっか燃料チューブ、まあここのセンター、ここですね。はい。はい。まあオーリング2枚だと締め込むとやっぱりその 2枚重ねになるとちょっとこしちゃうんですよね。潰れちゃう、潰れちゃうんで、まあこれ燃料チューブでやれば、まあ1個でできちゃうとか、どうした？こういうのがいいかなって、こんな感じでやれるんで、すごい。はい、追加情報でした。はい、ありがとうございます。これも気になる人どれ？真鍮？真鍮のとこをワシャ入れて、ちょっと1ミリだけ下げてます。これ理由は？まあちょっと赤マンの兼ね合いがあったんで、まあ路面状況にもまあよるんですけど、この辺はちょっとしたセッティングですね。なるほど。1ミリ変えることによって赤マンを微妙に調整できるというところですよね。はい。すごい。こんな感じです。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。